どうも、じゃあギターショップトニックの小沢です。今回はスーパーストラトについてやっていこうと思います。はい。スーパーストラトというのはですね、トラットなデザインをベースとしつつも、より弾きやすく、よりサウンドバリエーションが豊富で、何でもできて、超万能モデルと呼ぶにふさわしいモデルたちだと思うんですけども、今回ですね、トニックにあるスーパーストラト5本ですね、それぞれ紹介して、サウンドチェックもやっていこうと思います。小沢は個人的にこういったスーパーストラトタイプばっか弾いて育ってきたので、今回の企画めちゃくちゃ楽しみです。はい。どれぐらいそれぞれ個性があって、サウンドに違いが出るのかっていうところをやっていければと思います。今回使用するモデルがですね、トム・アンダーソンギターワークスドロップトップクラシック、カプルソギターズライトストラトエッフェヴィンテージ、PRS スタジオ、ケーズギターワークスケーズバーサ、スイングギターズクライマックス SE の5本ですね。はい。どれもちょっと中二心をくすぐると言いますか、めちゃくちゃかっこいいモデルたちが集まったと思いますので、よろしければ最後までご視聴ください。ということで本編へどうぞ。まずはじめに紹介するのがこちらトム・アンダーソンギターワークスのドロップトップクラシックキルトですね。はい。トム・アンダーソンというのはですね、もう言わずと知れたアメリカのハイエンドギターブランドでして、一切の妥協を許さない究極のギターを製作しているという風な超高級ブランドですね。こちらのモデルがですね、ドロップトップクラシックと言いまして、伝統的な S スタイルのモデルにトム・アンダーソン流のアイデアを詰め込んだっていう風なモデルですね。トム・アンダーソンギターワークスのフラッグシップモデルといって差し支えないと思います。このドロップトップというモデルなんですけども、ボディのエッジにかけてですね、このトップ材を湾曲させて落とし込むように貼り付けることによってですね、非常に立体的かつ高級感のあるルックスと高い演奏性を両立しているモデルですね。バスウッドバックのキルテッドメイプルトップ、メイプルネック、ローズウッド手板というような組み合わせですね。ネックシェイプがですね、非常に考え込まれたイーブンテーパーというスリムなネックシェイプ採用してまして、フレットは摩耗の少ないステンレス素材のものを採用していて、指板がですね、コンパウンドラディアスを採用しているというところで、非常に演奏性が高いんですけども、その中でさらにですね、使っている木材がまず最高品質のもので、それぞれ適切にシーズニングが行われておりますので、非常に狂いも少ないということで、最高のプレイアビリティをずっとキープし続けられるというのがトム・アンダーソンの大きな魅力だと思います。ピックアップがですね、1950年代に作られたマシンを使いまして、自社で製造されているんですけども、ネックピックアップが SA1R、ミドルピックアップが SA1、ブリッジピックアップが H2 プラスという風な組み合わせですね。非常に定番の組み合わせだと思います。SA1R と SA1 に関しては、スタックタイプのハムバッカーになってますので、シングルコイルのようなきらびやかさを持ちつつもハムノイズも少ない特徴があります。なのでパッと見SSH に見えるんですけども、実はハムという風なスペックですね。このハム3つのレイアウトをこのミニスイッチで操作することができるんですけども、スイッチルっていうシステムとブロワースイッチが搭載されております。このスイッチルに関しては 3way のスイッチになってまして、手前にするとタップかパラレルで、センターにするとオフ、奥でシリーズという風な組み合わせになってますね。それぞれ各ピックアップポジションに対応してますので、フロントとギアを同時に出力することとか、フロントセンターギアを同時に出力することとか、ハーフトーンも出せるっていう風な特徴を持ってます。ブロワースイッチに関しては、いわゆるダイレクトスイッチですね。オンにするとギアハムがオンになるという風な特徴を持ってます。そしてブリッジがフロイドローズトレモロとペグがロック式のペグを採用しておりますね。フロイドローズ搭載なので、ペグに関してロックペグじゃなくても特に問題ないんですけども、ロックペグだとめちゃくちゃ現行感がやりやすいので、そのようなスペックにしてます。価格がトニックがオーダーした新品で99万円で販売中でございます。トム・アンダーソン、この1回だけだと語りきれないぐらい非常に歴史があってこだわりのあるブランドでして、徹底解説している動画がありますので、よろしければぜひそちらもご覧ください。トニックでカスタムオーダーしたんですけども、わかる人はすごいわかると言いますか、僕の大好きなバンドのギタリストさんが所有していたモデルをモチーフにしてるんですけども、そのバンドの中で最も有名な曲といっても過言ではない、あの曲の PV で使用されていた赤いギターを再現したようなモデルですね。本家はトム・アンダーソンじゃないみたいなんですけどもね。はい。ということで、これからちょっとサウンドチェックやっていきたいんですけども、今回クリーンとドライブで鳴らしていきますので、よろしければ音聞いてみてください。
続いて紹介するのがカプーソギターズライトストラト FA ヴィンテージです。はい。カプーソというのはですね、イタリアのハイエンドギターブランドですね。非常に伝統的でありながらも実験的であって、そして音楽的というふうな特徴を備えていると思います。こちらのモデル、伝統的という点で言いますと、トラットなストラトのシェイプなんですけども、セミホローの構造を採用していたりっていうふうな特徴がありますね。木材がですね、アッシュボディ、バーズダイマホガニーネック、フィギュアドエボニー指板というふうなあまりない木材構成だと思うんですけども、このカプーソに関しては木材も最高品質のものを使っておりますので、このネックの木目も非常に綺麗ですし、この指板のフィギュアドエボニーの目もすごいかっこいいです。塗装は伝統的なラッカーで行われておりますね。このまま使っていくとどんどん風格が出てきて、よりかっこよくなっていくんじゃないかと思います。細かい部分見ていきますと、プラスナットを採用していたりとか、あとは16インチの指板 R ですね。かなりフラットです。フレットがジブダンロップの6105を採用してまして、モダンな演奏性を備えていると思います。ピックアップがですね、ハンドバウンドで製作されたオリジナルのシングルコイルとハムバッカーを搭載しておりまして、コントロールが1ボリューム2トーン 5A のセレクターを対応しているという風な特徴ですね。非常に演奏性はトラットだと思います。ストラトを長く弾かれている方でも非常に馴染みやすいコントロールレイアウトになっていると思います。ブリッジがですね、シンクロタイプのトレモロブリッジ採用しておりますね。割とこのホローのデザインのモデルだと基本的にビグスビートレモロとかそういったものが乗ることが多いので、ホローでこのシンクロのトレモロブリッジが乗ってるっていうのはなかなか珍しいと思います。価格が新品で79万2000円で販売中でございます。トラットなストラトをモチーフとしてて、セミホローの構造を採用してて SSH のレイアウトでっていうところで、なんとなくありそうなデザインではあるんですけども、使ってる木材がかなり特殊だったりっていうので、コンターの入り方が結構深かったり広かったりするので、よりフィットする印象がありますね。はい。ということで、こちらも音鳴らしていきます。どうぞ。続いて紹介するのが PRS のスタジオですね。はい。PRS というのはですね、アメリカのハイエンドギターブランドでして、その PRS の中でも基準であり、最上級ラインであるコアシリーズから登場しているモデルですね。PRS 伝統のこのボディデザインなんですけども、SSH 風のレイアウトを採用したモデルですね。はい。木材見ていきますと、マホガニーバックでトップはフィギュアードメイプルで、ネックがマホガニーで、指板がローズウッドというような組み合わせです。塗装はですね、極薄のラッカーで行われておりまして、PRS が世界に誇るバイオリンカーブですね、採用しています。非常に立体的で美しい木目、そしてカラーリングも非常に綺麗なので、めちゃくちゃ美しいルックスに仕上がっていると思います。ネックシェイプがパターンシェイプを採用していて、スケールが25インチ、指板 R が10インチで、フレット数が22、そしてセットネックジョイントという風なネック周りですね。代表機種であるカスタムとはまたちょっと異なったデザインになってますね。ピックアップがですね、ネックとミドルに PRS ナローフィールド、ブリッジにマッカーティ3を搭載しております。ナローフィールドはですね、シングルコイルのようなサウンドを持ちつつも、非常にノイズが少ないというような特徴を持った PRS 流のミニハムバッカーですね。そしてブリッジポジションのマッカーティ3が最新のピックアップになってまして、ピックアップの製作において、PRS で非常に力を入れてきたんですけども、そのノウハウを全て詰め込んだような最新のピックアップが搭載されております。コントロールが1ボリューム1トーン 5A のセレクターというような組み合わせで、PRS フェーズ3ロッキングチューナーと最新のウィングボタン、そして PRS ジェネ3トレモロユニットを採用しておりまして、価格が新品で65万4720円で販売中でございます。はい。スーパーストラトという枠とはまたちょっと変わってくるかもしれないんですけども、これ一本で本当何でもできて、非常に実践向けなモデルだと思いますね。このスタジオに関してなかなかPRS の中だとやっぱカスタムとかマッカーディとかそれらが定番機種としてある中で、それらと比べると知名度は変わってくるとは思うんですけども、マホバックメイプルトップ、マホネック、ローズ指板っていう PRS のスペックがあって、バイオリンカーブもあって、演奏性はもう PRS の非常に考えられたスペックを備えていて、この SSH 風のレイアウトでシングルもハムも使えて 5A のブレードスイッチでコントロールができるので、ネックミドルのハーフトーンだったりとかミド
ドルブリッジのハーフトーンも出せますし、コイルタップもできて、割と嬉しいのが PRS だとミドルピックアップ単体でオンにすることができなかったりっていうのがあるので、このモデルに関してはちゃんとミドル単体の音も出力ができるっていうような特徴があります。そしてアームも使えてロックペグがついていてっていうので、モダンストラト好きな方にはこのスタジオってめちゃくちゃいい一本なんじゃないかなと思って仕入れてみました。ということでこちらも音鳴らしていきます。どうぞ。続いて紹介するのがケーズギターワークスケーズバーサ SSH です。ケーズギターワークスというのはですね、神奈川県逗子市を拠点としまして高品質なギターを製造しているブランドですね。クイーンのギタリストであるブライアン・メイ公認としてオフィシャルでレプリカを作成していたという風な歴史があります。こちらのバーサーというモデルなんですけども、2026年の最新モデルでして、バーサタイルの意味を持つ代表モデルですね。多くのスタジオミュージシャンだったりセッションギタリストを支え続けてきたケーズギターワークスが作り上げたスーパーストラトですね。木材見ていきますと、ビッグリーフマホガニーボディ、ハードロックメイプルトップ、ビッグリーフマホガニーネック、ローズッド指板というような組み合わせです。このダブルカットのデザインではあるんですけども、実はこのボディバッグチェンバー加工が施されておりまして、しかもただむやみに穴を開けたっていうわけではなく、ちゃんと軽量化かつ、鳴りもしっかりするように計算されて加工がされています。なのでマホガニーボディでメイプルトップっていう風な結構重量感のある組み合わせではあるんですけども、非常に取り回しが効きやすくなっています。ネックグリップがですね、非常にスリムなものに仕上げられておりまして、ミディアムジャンボフレットとコンパウンドラディアストっていうところで非常にモダンな演奏性を備えております。そしてネックジョイントですね、 RS ジョイントというものを採用してまして、3点止めのジョイントになるんですけども、オーソドックスなストラトとかのボルトオンジョイントと比較すると設置面積が非常に大きくなっております。この RS ジョイントというのはですね、先ほども登場したブライアン・メイのレッドスペシャルのジョイント方法から構想を得て開発したというケーズギターワークスオリジナルのジョイント方法ですね。ピックアップがケーズのオリジナルのものですね。シングルハムのレイアウトで採用されておりまして、それぞれのミニスイッチによってピックアップのオンオフが可能です。独立したコイルタップスイッチがついていまして、ケーズ MBB を搭載してまして、手元で様々なサウンドを出力できるっていうような特徴があります。ペグが5灯のロック式で、ブリッジがウィルキンソントレモロユニットを採用してますね。価格は新品で43万8900円で販売中でございます。このデザインもさることながらサウンドのバリエーションも豊富で、あまりボディも重すぎずバランスもしっかりしているので、非常に現場で活躍できる一本だと思います。ケーズギターワークスについてはこちらの動画で解説しておりますので、よろしければそちらもご覧ください。ということで音鳴らしていきます。どうぞ。
最後に紹介するのがスイングギターズのクライマックス SE です。はい。グラデーションのカラーはすごくないですか？こちらのスイングギターズというのはですね、韓国のブランドでして、もともとはですね、カスタムギターの専門で、国内外のミュージシャンや多くのプレイヤーから注文を受けてオーダーメイドでギターを制作していたというブランドですね。木材見ていきますと、バスウッドバッグ、トップはフレームメイプの化粧板を採用しています。ネックがメイプルで指板がローズウッドというような組み合わせです。フレームメイプルトップのボディにピックガードを配していなくて、マッチングヘッド仕様っていう風なところで、非常にゴージャスなルックスに仕上がっていると思います。演奏性に関しては16インチの指板 R 採用していたりとか、24フレット仕様とか、ヒールレスの加工を施されていたりとかっていうところで、非常に現代風な演奏性を持っていると思います。ピックアップがオリジナルのピックアップですね。ハムシングルハムのレイアウトで採用されてまして、コントロールが1ボリューム1トーン 5way セレクター、そしてタップスイッチを採用してますね。チューニングマシンがロック式で2点指示のトレモロユニットというような組み合わせですね。価格が新品で 93,500 円で販売中でございます。モダンハイエンドといえばこんな感じだよねみたいなスペックをがっつり備えた一本だと思いますので、こういうのすごい興味があってちゃんと使えてっていう風なのをお探しの方には非常におすすめだと思います。この価格でこういったグラデーションをやってるっていうのもなかなかすごいんじゃないかなと、思いますね。ということでこちらも音鳴らしていきます。どうぞ。それぞれお聴きいただきました。いかがでしたでしょうか？いや、どれも良かったですね。ちゃんと個性もありつつみたいな感じで、個人的にはテンションの上がる弾き比べでした。一本で何でもやりたいっていう分には、どれも共通してあると思うんですけども、より万能さが強いなと思ったのは、ピアレス、ケーズ、トムあたりがやっぱ強いなと思いましたね。このカプソに関しても、非常にサウンド面白いなと思って、スーパースタートライクなスペックではあるんですけども、万能かつ非常に個性があるというような印象がありました。コストパフォーマンス的なものを重視するのであれば、スイングめちゃくちゃありだと思いますね。10万以下でこのスペックのものが手に入るっていうのはなかなか破格なのではないかなと思いましたね。スーパーストラトって今回紹介してて思ったんですけども、PRS はまた別なんですけども、ヘッドストックやっぱスーパーストラトってかっこいいなと思って、サーしかりエキゾチックしかりでもあると思うんですけども、このシャープなヘッドストック、非常に美しくてかっこいいなと改めて思いましたね。で、あとやっぱ個人的にトムアンをずっと使っていたんですけども、トム・アンダーソン改めて触ってみるとめちゃくちゃいいなと思いましたので、冒頭でも話したんですけども、かっこよさを追求した個体が多いと言いますか、シャープでクールなルックスのものが多いと思いますので、レコーディングとかで非常に向いているスペックを持ってはいると思うんですけども、ステージでも間違いなくかっこいいモデルたちが集まっていると思いますので、もしこれを見てスーパーストラト気になったっていう方いたらめちゃくちゃ嬉しいなと思いますので、これらトニックにありますので、よろしければお気軽にお問い合わせください。ということで本編終わり。今回スーパーストラト企画っていうことで、小沢はもう昔からシェクターだ、トムアンだとかそういったものが大好きで、トムはもうずっと使ってきてはいたんですけども、一番最初にスーパーストラトを手にしたのが僕のおじさん持っていたフェルナンデスのブラッドギルスモデルがあったんですよ。ストラトのデザインで SSH のレイアウトで、ギアが本人は確かダンカンなんですけども、おじさんはあえてスーパーディストーションを乗せたみたいな感じで、ブリッジがフロイドローズトレモロですね。本編みたいな話し方しちゃった紹介してたブリッジがフロイドローズトレモロの3が乗ってるっていう風なデザインなんですけども、フロイドローズ3ってファインチューナーがないっていう風な、ナットでロックしたらもうそこで終わりっていう風なのがあって、それが多分初スーパーストラトみたいな形なんですけども、個人的に革命だと思いまして、当時まだストラトだったらストラトとか、テレキャスはテレキャス、レスポールはレスポールみたいな感じで割とオーソドックスなモデルを使ってたんですけど、おじさんからブラッドギルスモデルを借りた時に、リア音めっちゃ太いし、フロントはちゃんとストラ
トのシングルの感じも出せるしみたいな。アームはそこまで使わなかったんですけど、がっつり歪ませても使えるストラトみたいな感じですごい便利だなって思った印象がありますね。でその後 G ライフを買いまして、その後トム・アンダーソンを買うみたいな流れになるんですけども、スーパーストラト1本あると便利で楽しくて、いろんなところで使えたなっていう印象がありますね。ちょうど G ライフ持ってた頃とかトムアン持ってた頃っていうのは、おそらくスーパーストラト全盛期といいますか、誰もがこうトムアンとかサーとかジェームス・タイラーとかシェクターを持っていたような時期な気がするんですけども、そのブームは今まだ残ってるんですかね。あんまり近年見かけなくなったような印象があるんですけどもね。なんかそのあたりの詳しいことを知ってる方いたらぜひ教えてほしいですね。ヴィンテージがやっぱ今、流行ってなかった時期ないのかもしれないんですけど、より近年ヴィンテージがブームというか、なんかヴィンテージの注目度が上がってるような気がしますね。そういった影響もあって、こうハイエンドとヴィンテージまたなんか変わってきてるのかなみたいな思ったりもしますが、詳しいこと知ってる方いたらぜひ教えていただければ嬉しいです。このスーパーストラトっていう風な形は今でもこういろんなメーカーさんが作っていて、いろんなアーティストの方が使っていてっていうような形で、やっぱこのシャープなルックスっていうのはめちゃくちゃ惹かれるものがあるんじゃないかと思いますね。ということで、この動画が面白かったという方は、いいねとチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いつも見てくださっている皆様本当にありがとうございます。感謝しております。Twitter、Instagram、Facebook 各種やっておりますので、そちらもぜひチェック、フォローよろしくお願いします。横浜市西区平沼 1-4-8 丸山ビル1階ですね、ギガショップトニック営業しておりますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。